こんにちはったらこんにちは。いつもです。主婦に教えるマイコンプログラミング3時間目前編。今回は Arduino のハードウェア的な側面を見ていきます。後編ではソフトウェア的な解説をしていきます。プログラミングの話ですね。では早速資料などをご覧ください。はい。ではですね、主婦に教えるマイコンプログラミング3時間目前編。Arduino とは何かのハードウェアの話をしていきます。で、この写真、これ前回買ったマイコンですね。はい。で、ですね、Arduino の R3 っていう正式名称になります。で、Arduino は、2005年にイタリアで開発されたマイコンボードで、電子工作だとかロボット制御を学ぶ学生向けに安価なボードを提供することを目的に開発されました。で、要するに、学習用なんですね、実は。今結構いろんなところで使われてたりしますけど。で、マイコンはですね、この細長いものがマイコンになります。結構今時はですね、ちょっと珍しい形状をしてるんですけど、で、これアトメルっていう会社の ATmega328P っていうマイコンになります。で、普段はですね、USB 挿してそこから電源もらって動かすのであんまり気にしなくていいですけど、外から、AC ジャック、電源ジャックですね、使って、供給するときは 7V から 12V の電源をここに入れます。で、その他にですね、ここにちっちゃなピンがたくさん挿す場所があるんですけど、これがIO ピンになります。で、この A なんとかって書いてあるところはデジタルとアナログの共用ピンで、こっちはですね、デジタルのピンになります。だいたい右側がほぼデジタルで、左側が下半分がアナログになります。あとは電源ピンですね。リバレンスピンだとかがありますけど、今はあんまり気にしなくていいです。で、アナログの入力と、疑似アナログの出力ができるんですけど、後でですね、AD だとか PWM だとかの、話をするときにまた解説したいと思います。で、次ですね。よいしょ。で、そのマイコンの中身なんですけど、これになりまして、アトメルの、データシートを、コピーして貼り付けてます。で、マイコンのコアが、ここですね。この、よいしょ。この赤で囲われたところがマイコンのコアの中身で、ここでですね、プログラムを保存したり、そのプログラムを実行したりしているのがこの辺になります。で、あと中身はですね、次にタイマーっていうブロックがありまして、この辺ですね。で、大体そのマイコンで何かやらせるときっていうのは一定周期でポン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 ってやらせたりするんですけど、これがその時計の役目を果たしてます。タイマーですね。で、次が、よいしょ。で、この灰色で色付けされているのが AD になります。で、アナログの値をデジタルに直す、部品になります。で、マイコンはですね、デジタルで処理できないので、これを使って、AD を行います。外のアナログ的な信号をデジタルに直して中で処理をするっていう感じですね。非常に大事なブロックになります。で、結構よく使います。よいしょ。で、次が、通信ですね。マイコンだけでは、基本的にあんまり大したことはできないので、外のいろんなものと、信号のやり取りをします。で、その時に、シリアル通信っていう通信の仕方を行うのがこのブロックになります。SPI と UART と、これ I2C ですね。TWI って書いてあるのは。の、3種類の通信のやり方があって、それぞれのブロックが入ってます。これもですね、シリアル通信のところでいずれ解説します。よいしょ。次が、GPIO で、さっきの
マイコンボードの外側に、ピンが点々点々って出てたと思うんですけど、それを、制御しているのがこのブロックになります。マイコンが外とのやり取りを、信号をもらったり出したりっていうのを、制御するのがこのブロックになります。でですね、これが、マイコンという言われる、ものの中身です。で、これが、あれですね、外から信号をもらう、で、この子で処理する、で、また通信で外に出すとか、あと一本一本の信号として外に出すとかっていうことをやっていきます。はい。アイコンのブロック図の解説でした。ちょっと難しかったですかね。そういうことをするのがマイコンだと思ってください。はい。ただ今回は、マイコンの中身についての解説をしてみました。マイコンプログラミングっていうのは、このハードウェアを使いこなすっていうことになります。もちろん、さらに周辺の部品だとか、LSI だとかも組み合わせてやるんですけど、というわけで、次はですね、その Arduino のプログラミングの基礎について解説していきます。このハードウェアをプログラミングで命令に、プログラミングに書かれたその命令に従って動かしていくというのがマイコンプログラミングですね。はい。そういうことになります。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、勉強になったかなと思われましたら、高評価ボタンだとかですね、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。